はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日が、初めてのエディキャンプ動画です。今日は、泣く子も黙る桜井金ちゃんがやってきました。泣く子は泣くし、黙る子は黙るという意味です。何でというと、焚き火おじさんと言われておりました。うちの子供たちは金おじさんと呼んでますが、別名焚き火おじさんと呼ばれてました。はい、この焚き火もそうです。この木は実はうちの母親の実家から山から持ってきました。おじが薪を割って山から取ってきて割ったものです。非常に持ちがいいです。はい、始まりました。かき氷さん、かき氷さん、もう今日また永遠にやりそうですね。この細かい動きがかき氷さんの動きです。動画のことは一切気にしておりません。かき氷さん得意です。なんかコーヒー飲んでるんですか？はい。コーヒーさっき入れました。ああ、そうですか。その辺もこだわってる。いや、別にこだわってないです。こだわってないですか、それは。動画を見てる皆さんに焚き火のなんかこう注意点とかキャンプの注意点なんかありますか？いや、特にないですね。好きにやりたいようにやったらいいと思います。好きにやればいいんですか？あれ打ち合わせでは燃やすとか燃やし切るとかそんな話してましたけどあれは嘘ですか？いや、嘘ではないですけど。はい。突然話変えるのやめてほしいんですけどね、これちょっと台本にないことを言うっていうのはちょっと困ったな。もう最後まで燃やし切るのは鉄則ですか？皆さん分かってると思います。お持ち帰りはダメですか？お持ち帰りできるならばやってもいいと思いますけど、多分できないと思います。できないですか？はい、これちょっと水かけていって今日はまあここまでみたいな感じで袋に入れて持って帰るみたいな。いや、燃やしてやってください。燃やしてやる。はい。やっぱり木のためにも木のために。一度燃えたものは燃やし切ると。はい。なるほど。なんかこうそうですね。一度やりかけたものは最後までやりきるとそういうなんか教えだそうです。はい。火ついたまんまに、はい、消えたと思っても、はい、結構中でまだ燃えてるんですか？たりするんで。あ、そういうやついますよね。はい。一瞬こうカーッとなっててね、まあちょっと抑えろよと思ったら、いやもう俺はもう分かったよ言いつつ内心まだ燃えてるみたいなね。ちょっと比喩が悪かったですか？比喩なんかだいぶお後がいいような感じになってきました。こんな感じで、エディ、キャンプ動画は、これからもやりたいと思います。なんかその都度、いろんなことをテーマに今日は焚き火でしたけど全然違うような話もあるんですよね、当然。あるんですかね。それはやっぱりしかやらないんじゃなかったんですか。焚き火しかやらないですけど話題はやっぱりあるじゃないですか。話題はやっぱり例えば花部みなみちゃんね、そういうアイドルのみなみちゃんね。アイドルいいね。みなみちゃんのいいですよね。僕アイドル第一人者知ってます。天地真理さんですか？いや桜井さん、天地真理さんのファンですよね。それね、アイドルを語らせたらうるさいっていう。うるさい。ああ、そう。はい。なんか詳しそうですよね。昔デビュー曲コーナーとかやりましたよね。そういうのね。もう終わりましたからこれで。はい、すいません。だいぶ長くなりそうなので今日はありがとうございました。ありがとうございます。最後まで燃やしてください。